ん、こんにちは、こんばんは。外房テックです。今回は 3D プリンタで立体地図を作成します。現在では国土地理院地図で 3D プリンタ用のデータをダウンロードできるようになっています。国内外の任意の場所を指定して、ブラウザ内で 3D 表示ができるだけでなく、立体地図データを STL やオブジェ形式のファイルでダウンロード可能です。3D データはそのまま 3D プリンタでプリントできます。単色の 3D プリントだけでは味気ないし、カラーでプリントができる 3D プリンタは高価でとても手が出ないので、ここでは地理院地図の投影図からテクスチャを作って貼り付けてみました。タプーシールに地図をプリントしてラバーペイントを塗布したゴムシートなので、自由に伸ばして曲面に貼り付けられます。では、始めましょう。地理院地図を開きます。ここでは、中禅寺湖南大山華厳の滝周辺の立体地図を作ります。ツール。3D。カスタム。範囲を設定します。OK。3D 地図が表示されます。高さ方向の倍率で高さを強調することもできます。ここの場合、高低差の大きい地形なので1倍でいいでしょう。データを STL 形式やオブジェ形式などでダウンロードできます。そのままだと分厚いので、メッシュマイクサーでそこをカットします。まず、編集のトランスフォームで90度回転。編集の面でカット。華厳の滝下流の渓谷が一番低いので、ギリギリでカット。スライサールティメーカークーラで G コードを生成します。縦置きにして、インフィルなし、サポート材なしにし、時間と材料を節約します。どんな地図を切り取っても、STL ファイルは長辺15センチで出力されるようです。そのままの寸法でスライスしました。
プリントします。できました。12時間かかりました。地図の貼り付けに失敗しても、剥がしてやり直せるよう。ラバーペイントでコーティングしておきました。3D データと一緒に出力される JPEG 画像は今一つなので適当な貼り付け画像を探します。チリイン地図ベクターに移動。大文字プラス NA が良さそうです。のりしろを確保して少し大きめに地図を切り取り、フォトショップで色合いを調整しました。航空写真が良さそうにも思えますが、写真の継ぎ目で色が変わったり、色合いが良くなかったりして、地図のイメージの方が良いようです。Google Earth や Google マップだと規約上ロゴを外せないという制約もあります。地図をタプーシールにプリントします。タプーシールについては、概要欄に挙げた関連動画も参照してください。タプーシールは本来、裏返しにプリントするものですが、今回は両面ともラバーペイントでコーティングするのでどちらでも OK です。伸ばすことはできても、縮めることはできないので、同寸かやや小さいぐらいにプリントします。印刷面に粘着剤のついたフィルムを貼ります。コインで粘着剤をすりつけます。フィルムを剥がし、ラバーペイントの用意。ラバーペイントです。今回、貼り付け面にマットホワイトを1回、表面にマットクリアを1回塗布しました。分厚すぎると伸びなくなり、薄すぎると破れる恐れがあります。縁を切ります。台紙を濡らしてタプーシールを剥がします。縮まないようにテープで留めます。この状態でよく乾かします。乾いたらラバーペイントのマットクリアでコーティングします。できたタプーシールを切り離します。
扱いやすいように、縁をテープで補強しました。液体糊を使ってみました。まず外周を合わせ、テープで留めます。地形の凹凸に合わせ、テクスチャを押し付けていきます。くぼみの空気を抜いていきます。ゴム被膜に挟まれているので、木工接着剤と同様、糊はなかなか固まりませんでした。2日ほど置いておいて、その間少しずつ修正しました。2日後。糊はだいぶ乾きました。ゴムが引っ張られている感じのシワが気になります。そこで UV レジンで表面を慣らしてみます。シワを隠すのが目的なので、濡れた魚の時と違って、たっぷり塗って表面をできるだけフラットにします。最後に半光沢クリアを塗装してツヤを抑えて出来上がり。どうでしょうか。
戦場ヶ原も古い時代の関と猫だったんですね。ほぼ水平です。華厳の滝の渓谷に UV レジンが溜まってしまいました。固まるまでいじらなければ透明なのですが、柔らかいうちに触ってしまいました。今回、縮尺は全然気にせず作ったのですが、正確な縮尺で作ろうとすると少し面倒です。地理院地図から出力される STL ファイルは、どんな地図範囲でも長辺約 150mm になるようです。範囲指定の際は、緯度経度と画素数が表示され、距離は表示されません。3D 地図では距離が表示されますが、もう手遅れです。なおかつ、STL ファイルは長辺が常に 150mm になるよう倍率がかけられているので、計算が面倒です。私の理解不足かもしれませんが。以上、3D プリンタで国土地理院地図から立体地図を作ってみました。いかがだったでしょうか？最後までご視聴ありがとうございました。